ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、陶器スキンの所有数を、ギルドメイト間で情報共有する方法について、お話をしようと思います。カーク信者のギルドでは、ギルドのルールなどが書かれた画像掲示板の URL リンクを、ギルドチャット画面の上部のギルドノートに貼り付けています。これにより、ギルドメイトは簡単に最新情報を入手することができます。この画像掲示板に他のギルドの人がアクセスしても構いませんので、興味がある方は、動画再生を一時停止して、URL リンクをメモしてください。ギルドグラビティでは、新規メンバーが加入すると、ギルドメイトの国籍と母国語を記載した画像を更新するようにしています。その画像には、陶器スキンの所持数も記載しているので、このページにアクセスすれば、ギルドメイトが所持する陶器スキンの数を確認できるというわけです。しかしながら、カーク信者もそんなに暇人ではありませんから、1日に何回も画像掲示板の更新作業をするわけにはいきません。そこで、グラビティでは、冬祭りイベントが開催されている間はギルドチャットにて、各ギルドメイトが所持している陶器スキンの数を報告するようにしています。こちらは実際の、ギルドチャットの画面になります。カーク信者は冬祭りイベントが始まった際、あなたが所持している陶器スキンの数に変化があったら、自分でこの文章をコピペして、数値を修正してから報告してください、と、ギルドチャットでギルドメイトへ呼びかけました。そうしたら、冬祭りイベントがスタートしてから今日までの間、全ギルドメイトがこのような報告形式を続けているのです。自分が所持する陶器スキンの数だけをギルドチャットへ書き込むんじゃなくて、用意されている定型書式をコピペして利用することに気づかないかな？カーク信者はギルド運営にて、ギルドで外部ツールを使うのはあまり好きではありません。なぜならば、ゲーム内のコミュニケーションは、ゲーム内で完結すべきだと考えているからです。ですので、陶器スキンの所持数の情報共有においても、シンプルにギルドチャットを使う方法を選択したのです。カーク信者は何事もシンプルが一番だと考えていますが、視聴者様のギルドでは、どのような方法で情報を共有されているでしょうか？コメント欄にて教えていただけたら幸いです。ちなみに、日本人は手の込んだ手法や方法を好む傾向があり、いわゆる、凝ったものに対して高い評価をする習慣があります。しかしながら、アメリカ人は日本人と違った価値観を持っていて、シンプルなものに対して高い評価をする習慣があるのです。ですから、アメリカ人は、それってシンプルで良いアイデアだね、と発言します。つまり、ギルドチャットを活用した陶器スキンの所持数の報告は、日本人目線だと平凡といった評価になるかもしれませんが、アメリカ人はこういったシンプルな方法を好む傾向にあるのです。ちなみに、グラビティのメンバーにアメリカ人は何人いるの？一人です。それが何か？スキンギフトの話をするよ。26個の陶器スキンをすべて集めた人同士が陶器スキンを送り合っても、それは決して賢い選択とは言えません。なぜなら、2万枚の冬祭りコインを1500個のスキンストーンと交換する作業は、決してお得な取引とは言えないからです。スキンストーンはとても価値のある資源ですが、それに2万枚の冬祭りコインを投資するのは、体感的に割高だと誰しもが思うはずです。ですので、陶器スキンをほとんど集め終わっている先行サーバーでは、スキンギフトを送り合うことはあまり積極的に行っていません。それとは逆に、直近1年間でスタートした新規サーバーでは、必死になって陶器スキンの収集を頑張っているはずです。お目当てのヒーローの陶器スキンがいつまで経っても当選していない人っている？焦るよね。このようなプレゼント交換のシステムを考えたヒーローウォーズの運営さんは、本当に課金を促すことにかけては天才だと思います。
今年の冬祭りイベントは昨年までの冬祭りイベントと比べて、低予算で楽しめるように改良されていますので、運営さんを少しだけ見直しました。これで新ヒーローのケイラとエイダンがポンコツだったら笑っちゃうんだけどね、あはは。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。